皆様こんにちは。ゴンの湯おむすびゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。いにしえ日記第13回目をお届けします。今回は日本画家東山魁夷さんの著書風景との対話をご紹介します。美しい風景画をご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。今回はそんな東山魁夷さんと彼の眼差しが語る日本の美について触れたいと思います。どうぞご覧ください。それでは著者のご紹介です。東山魁夷さんは1908年生まれ、昭和を代表する日本画家で文化勲章を受章者、千葉県市川市名誉市民でもあります。また、この時代の日本画家としては珍しく、ドイツへ留学された経験を持ち、風景画の分野では国民的画家とも呼ばれています。今回の著書、風景との対話は、戦後の廃墟から立ち上がった日本の20年間を背景に、日本の文化、日本の美、そして激しい動揺の時代とともに制作を続けてきた著者の心の遍歴を語った一冊です。著者はもともと日本的な環境だけで育ったわけではありません。外の世界から日本画に向かい、日本の美に惹かれていく。その過程が一つ一つの作品の誕生のストーリーとともに丁寧に描かれています。背表紙には川端康成のこちらですね。美しく爽やかな本であるという言葉も添えられていて、読む前から胸が高鳴りますね。私自身も日本舞踊の家に生まれたわけではなく、この世界に入りました。だからこそ東山魁夷さんが外から日本美術へ惹かれていった感覚に深く共感します。同じように感じられる視聴者の方もきっといらっしゃるのではないでしょうか。今日はこの本の中から日本舞踊や日本の文化に興味のある方とぜひ共有したい部分を選び朗読してまいります。少し長めの動画になりますが、チャプターをつけていますので、お好きな箇所からご覧いただけます。けれども、もしお時間が許せば、ぜひ最初から順にお聞きいただきたいです。その方が、この本の持つ静かな魅力がより深く伝わると思います。はい。それではまず、著者の考えがぎゅっと詰まった第一章からご紹介したいと思います。今までなんと多くの旅をしてきたことだろう。そしてこれからもずっと続けることだろう。旅とは私にとって何を意味するのか。自然の中に孤独な自己を置くことによって解放され、鈍化され、活発になった精神で、自然の変化の中に現れる生の証を見たいというのか。一体生きるということは何だろうか。この世の中にある時やってきた私はやがてどこかへ行ってしまう。常住の世、常住の地、常住の家なんてあるはずがない。流転、無常こそ生の証であると私は見た。私は私の意志で生まれてきたわけではなく、また死ぬということも私の意志ではないだろう。こうして今生きているというのもはっきりと意志が働いて生きているわけでもないようだ。したがって絵を描くということも。私は生かされている。野の草と同じである。路傍の小石とも同じである。生かされているという宿命の中で精一杯
生きたいと思っている。精一杯生きるなどということは難しいことだが、生かされているという認識によっていくらか救われる。この文章を読んで、私は北条記の冒頭を思い出しました。北条記は以前、日本人の心を本をご紹介した時にも出てきましたね。東山海さんは結婚前の若い頃に一年の大半を人影のない高原で過ごした時期があったそうです。空の色、山の姿、草木の息吹、季節の移り変わりを見守り、弱々しいものが運命に逆らわず耐えている姿に深く心を動かされたといいます。ところが、その頃に書いた作品はどうも冴えないものだったそうです。密接に自然と心を通わせ、表面的ではなく深い観察をしていたはずなのに、感じ取ったものを素直に書けなかった。それはなぜか。制作に向かうと題材の特異性や構図、技法、新しい工夫にとらわれてしまい、最も大切なこと、素朴で根源的で感動的なもの、存在の生命をつかもうとする緊張感が欠けていた。さらに展覧会での成績や経済的な不安、友人たちの成功といった現実が心を純粋でいられなくしていたのです。そうした経験や戦時中の徴兵生活を経て、純粋な心で見ることで平凡な風景にも大きな美を見出せるという気づきに至ります。徴兵中に熊本城から眺めた景色。それは今まで旅などで見てきた他の景色と比べ特別な絶景ではありませんでした。けれども死を意識したその瞬間、何よりも輝いて見えたと著者は語ります。この本の大きな特徴の一つは、日本画家でありながら西洋文化にも深く通じている著者の視点です。東と西というテーマに実に3章を費やしていて、とても興味深い内容でした。2年間のヨーロッパ滞在から帰国した著者は、西洋文化が洪水のように流れ込む戦後日本の中でも動揺することなく、常に日本画の本質とは何かを探し続けます。芸術家にはその土地の風土や環境、血統、民族性の影響が大きく働きます。著者自身も祖先の土地である瀬戸内海の風土に培われた明るい性格と温かみのある指揮官を先天的に受け継ぎ、横浜に生まれ、神戸で少年時代を過ごしました。異国の美しさがいつも身近にあり、心のときめきが自然と誘われていたのです。いわば生まれた時から東と西の接点で育ってきた私である。異国的なものに対する憧憬と郷土的なものに対する郷愁。これが私の宿命であった。見方によっては、それは日本の文化の宿命であったとも言えるのではないだろうか。古い昔から外来の文化による刺激を横糸とし、民族の本来の文化の性格というか、その愛着を縦糸として織り継がれてきたのが日本の美術史の姿ではないだろうか。時々、際立って異色の横糸が織り込まれるが、いつか縦糸に調和した色調になっていく。
その綾は外国のそれに比べて壮大とか迫力があるとか絢爛としたものとは思われないが、美しい、極めて美しいものであると言える。私は日本画の世界へ紛れ込んできたものであると前に述べた。中学時代、文学の上では日本の古典なり現代作家の作品にかなり親しんでいたが、美術になるとむしろ西洋のものの方が親しみを持てた。音楽については全面的に西洋音楽だけに傾倒していた。奈良の古い仏たち、ことに三月堂の月光菩薩や中宮寺の魅力は少年の私を魅了し、智釈院の桜と楓の障壁画は絢爛とした輝きを持って中学生の私に迫った。しかし、日本の美術史には作家の人間像を鮮明に伝えてくれる書物がほとんど見られなかった。ミケランジェロやゴッホの伝記のような魂を震撼させられるようなものは見当たらない。講談の程度の名人伝、逸話の類であった。西洋の名作を実際に見たわけでもなくて、それに親しみを持っていたのは、西洋美術に関する書籍の方が手に入りやすく、名画の複製を眺め、画家の人間として、芸術家としての苦悩の物語を感動を持って読んだからである。芸術とは何のつながりもない家系であり、身近に画家の知識もない私が、神戸で送った少年時代の終わりに画家を志したとき、油絵の方に足が向いたのは当然のことであった。この感覚は私にもちょっとわかりますね。私も幼少時代にバレエを習い始め、学生時代にはアメリカの音楽に夢中になりました。きっと人は身近にあるものから自然と魅力を感じ取り、心の方向が形作られていくんでしょうね。そして今回最後にお届けする東と西の3章では、日本美術の特徴と美意識が語られています。西洋の文化は人間主義的であり、東洋の文化は自然主義であるという見方は、人間主義、自然主義の概念の受け取り方で混乱を生みやすい。人間の文化は洋の東西にかかわらず人間を通じてのみ存在する。西洋の美術史には17世紀頃までほとんどの名作は人物画である。これに対して東洋では山水画という部門がすでに当時代には発達していた。以降、風景、花鳥の名作は多い。しかし、西洋では対象を客観的に観察し、東洋では主観的に捉えようとする態度が強かった。芭蕉の静かに見れば物皆自得すると言えりという言葉も、静かに見ればという見る人間の心の状態を前提としていて、決して人間を離れた態度ではなく、むしろ人間に食い込んだ観点に立っている。それでいて、静かにという意味は、おそらく自己の利害特質を離れて、虚心に物を見ればという心であろう。その時、初めて万物はそれぞれの生命をもって、天地の間におのずから存在している。対象と自己の深いところでの緊密なつながりを監督した時の心の喜びということであろうか。この部分は以前にご紹介した日本人の心と出会うにも通じる内容ですね。西洋は客観的な観察、東洋は主観的な捉え方。
その対比がここでもわかりやすく書かれています。日本の風景画には西洋にも中国にもない特徴の一つに、風景を大きな視野で捉えないで、自然の一遇を題材とする場合が相当多いということがある。それは花鳥的な風景というか、いずれにせよ近くで見た自然の一部分だけで構成された画面である。円形、中形、近形というような組み立てではなく、近形だけで出来上がっている特殊な構図である。これは装飾的な感覚から発しているものとも言えるが、また一本の野の草にも大自然の生命の現れを見るというような日本人の自然への愛情の印でもあるだろう。自然の機微をつかむ敏感な感覚の働きは日本人独自のものであり、特有の神経の細やかさにある。絵画の世界だけでなく、他の日本的な美の現れを除いてみると、歌舞伎を見てもどんな悲しい場面を表現するのにも、大きな声を上げて泣き叫ぶというような仕草はしない。静かに悲しみに耐える所作の中に、観客の方でも一層悲しい心を読み取れるのである。こんな演劇は世界中にないだろう。ドイツでよく見たシラーの劇にしろ、張り裂けるような悲しみの身振りによって、その悲しみの深さ、大きさを演じ、見る人もその迫力を称賛していたものだ。日本の美の世界は、生で大げさな表現を好まなかった。着物の美しさ。若い人よりも中年以上の好みの良い婦人の着物姿の美しさは格別である。着物と帯の調和、帯留め、履物、持ち物との調和、季節の自然との調和。日本の舞踊、着物の美しさを生かす律動、緩やかな動きの中の神経の緊張。日本料理の洗練された感覚、器物の美しさ、季節の材料の生かし方、取り合わせ、心のこもり方。食べるということにこれほど季節感と美意識を働かす国民は世界にない。茶の作法、手前の順序と構図の抜き差しならぬ構成。客と主の心の連帯。日本画の筆や紙や絵の具のデリケートな材質。岩絵の具、粉絵の具をにわか液でいちいち弓で解く。描く場合、水墨画は別として彩色の絵は塗る速度が緩やかなことが大切である。すべて日本の美の世界はある程度の緩やかな速度によって成り立つものであろう。隅々まで感覚の細やかな味わいを出すのには神経が行き届いていなければならない。また、その緩やかに描き出される空間を持たすものは緊張した神経でなければならない。能の演技はこの緊張によってほとんど静止しているかのような緩やかな動きの中に素晴らしい充実感を示す。そして著者はこう続けます。日本画も過去の形骸にとどまるべきではなく、時代とともに歩み生き続けてゆかねばならない。しかし、日本画の良さ、特徴を離れて、日本画の生きる道があるだろうか。私に必要なものは何か。地球が狭くなった現在、世界的な見地から日本画を反省して、そこに新しい出発点を見出すという態度も大切であろうが、それよりも
日本が本来の姿をよく見極めて、そこに根を下ろしていくことも大切だと思った。はい、今回ご紹介した風景と対話には、今回お伝えしきれなかった美しい言葉や印象的な表現がまだまだたくさんあります。風景と向き合いながら自分自身の心とも静かに対話する時間を与えてくれる一冊です。ぜひ手に取ってその世界に浸ってみてください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた。